こんにちは、ヘビ屋のひろあきです。今日は驚くとボールのように丸々習性を持つボールパイソンというヘビの排泄の処理の仕方について、ご覧に入れたいと思います。やっぱりですね、するわけですよね。食べるので出すわけです。週に1回とかざっくり言うとそんなものとして考えていただければいいかなと思いますけど、うんちしたらどうすればいいのって飼う前に不安の方とかの参考になればいいなと思って、撮っています。ボールパイソンはですね、人や哺乳類のような形状の糞ではなくて、簡単に言うと、白い部分と黒い部分、本当にざっくり言うとですね、白い部分と黒い部分に分かれたうんちとか、時に黒い部分だけ、時に白い部分だけとかするんですけど、これ全然知らない人が見ると白い糞したっていうのでびっくりすると思うんですが、これ正常なことです。白い尿酸という部分と、糞の部分がを分けて出すっていうのはボールパイソンの普通のことなので、そういうもんなんだなと思っていただければと思います。大体大きさで言うとですね、もちろんその、生体の大きさによるんですが、これくらい、ベビーでも、これベビーでももうちょっと小さいし細いですけど、大体こんなもんかなと思っていただければ、3キロ4キロ超えになると、すごいですね、なんというか存在感のあるものを生み出してくれたりしますが、処理の仕方というとそんなに難しいわけではなくて、例えばペットシーツで飼われてる方が多いと思うんですけど、この辺にしたとしてあったかいところにしやすいですね。端っことか、あと水入れの周りとか、これね厄介なんですけど、水入れごとこう消毒しなきゃいけなくなっちゃうので厄介なんですが、こうするとするでしょ、排泄物を。そしたらこうですね、こうして捨てると。あとは消毒をするとか洗うとかして、またペットシーツを引いてあげて戻したりすると良いと思います。こんな感じね。で、こういう部分にしてくれれば本当に問題ないんですけど、嬉しいんですけど、大体は潜ってするとか、端っこについてるとかなので、ペットシーツだったりするとこうやって排泄物を取ったら、こう綺麗なところで拭いてあげるとかして捨ててあげて洗って消毒っていうのが一般的かなと思います。次にですね、こういうチップタイプでボールパイソンを飼育されている場合ですね、チップタイプの大きなメリットの一つに部分交換がペットシーツに比べて容易であるということがあります。ペットシーツに糞がされているともう全部交換する必要があるわけですね。また見た目にもね、ダーッと吸収して広がっていったりするんですが、こういうチップタイプを使っていると、こういう交換の仕方ができるわけです。こうで、この空いたところとか足りなくなったところにまた入れてあげるということで、暫定的な処理ができるわけです。もちろんですね、そうは言っても広がっていったりとか、目には見えないけれども、例えばおしっことかもするので、そういうものが広がっていったりとか、空気中に粉末になって飛んでいたりということはあると思うので、暫定的な、とにかくパッと1匹2匹じゃなくて、うちには結構な量のボールパイソンがいるんだっていう場合は、もう目についたらすぐ捨ててあげるっていうことができるっていうのはメリット、ヤシ殻とかウッドチップ系の大きなメリットだと思います。パッと取って取った分と同じぐらいのものを入れてあげる。また定期的に全交換をしてあげるとクリーンな環境を維持できるんじゃないかなと思います。これが新聞紙であったとしても、例えば針葉樹系、広葉樹系のチップだったとしても、アスペンとかですね、あと何ですかね、そういうものだったとしても、シートタイプかバラバラタイプのどちらかだと思いますので、こんな風に変えられますよと、難しくないよっていうのを知っていただければいいなと思います。あんまり長く放置しないで、糞を見つけたら、おしっこしているのを見つけたらパッと変えてあげて、衛生的な環境を整えてあげることで病気の予防になりますので、自分はこっちの方が交換しやすいなと思う人もいると思いますし、自分はこっちの方が交換しやすいなと思う人もいると思いますけれども、自分とその飼っているボールパイソンのリズムとか好みとか動きとかに合わせて一番いいものを探していっていただけたらと思います。今日は驚くとボールのように丸々性質を持つボールパイソンというヘビの排泄物の処理の仕方について、お話をしました。
当店の生体在庫状況は概要欄にあるホームページからご覧ください。